はい、今回並べていくのは、黒リンシージェさん、白マオエイミンさんのこちらの対局となります。すいません、よろしくお願いします。で、この対局を並べる意味合いはですね、近々、チーム世界選手権という結構大きなね、レンジの大会があるんですけれども、で、この二方は共に中国代表として出るんですけれども、打たれている形がですね、斜月という戦型なんですね。で、具体的にはこうですね。で、これがね、現代のレンジにおいて、かなり癖者というか、対処が難しい形だなと思いましたので、このお二方の対局をね、ちょっと勉強しておこうということで、並べていきます。で、現代の斜月の評価はと言いますと、穏やかに打つなら、これ一択ですね。こう打つと、かなり穏やかな進行になります。変えるのであれば、これか、これか、この3通りのどれかでしたら、結構穏やかな進行になるんですけれども、他だとね、結構、殺伐とした研究勝負みたいなのがね、展開されやすいですね。一例ですと、直近で打たれたのは、例えば、こういう白読んで、こういう黒5ですとか、こういう白読んで、こういう黒5ですとか、こういう白読んで、こういう黒5ですとかっていうのが、確かこれだったと思うんですけど、あれ合ってるよな。ちょっとうろ覚えなんで、間違ったらすいません。で、これはね、さすがにちょっとね、知識がないとね、完全初見だと厳しいっていうのがありまして、で、形的にはね、こういうのは結構黒有利か白有利、どっちかに大きく分かりやすい形なんですね。なおかつ、形勢が分かれた後に、一手でも間違えるとね、こう、逆転してしまいやすいということで、かなり戦型の理解度が問われるものとなっています。というわけで見ていきましょう。で、本譜は白4ここで、黒5ここになりました。で、この黒5の評価は、難しいんですけれども、厳密には今は白勝ちになるだろうと言われてますね。かなり白有利なんですけれども、厳密にはどうなるか、ちょっとまだ結論が出てないのかなっていうところで、なんですけれども、黒のリンシージェさんはね、世界でもトップレベルのプレイヤー、かつ、研究家として有名でして、この手を採用しました。そして白6、黒7、白8、黒9、白10となりました。ここまでは至って普通の進行ですね。で、私が知ってる進行ですと、ここで11と打ってから、止めておくとか、あるいはこう打つのかな打つですとかで、ちょっとね、反撃を見据えながら、こう、打っていくというのがね、この形の定石というか、よくある進行かなと思うんですけれども、ただ本譜は何をしたかと言いますと、これを単にこう止めたんですね。で、単にこう止めるとどうなるのというのをね、リンシーリエさんが作戦として採用いたしました。手としては全然自然な手ですよね。飛び3を、こちらをね、飛び3を入れた手と比較しますと、この時の、白の次の一手はこうなりまして、これに対して、15と切り返すというのがね、多分、よく知られている進行かと思いますが、
まあ今回は、この3を決めてないので、まあこの12と打ったときに、まあ黒が必ずしもこれを受ける必要がないという意味合いがありますかね。それはつまり、こうしたときに、まあこれがね、一旦飛び3で先手なので、この時に、黒が、まあ、変化の余地があるよと、まあ、具体的にどこに打つかはね、わかんないんですけれども、まあ、例えば、そうだな、こういう手かな。とか、まあ、こういう手とか。まあ、これはあとあれか、こう打たれちゃうか。まあでも、これもこれでありそうだな。ちょっと具体的にはね、わかりませんが。まあ、あるいは、一回ついていくっていう手も、まあ、なきにしもあらずかもしれないですね。ちょっと、まあ、こうやってね、攻められて怖いですけどね。まあ、白から有効打がないと踏んでいるのであれば、こういう方針もありかなとは思います。まあ、これが飛び3入ってると、ここ入るのがね、15と7がね、連じゃないので、この時に白から結構いろんな手をね、許されるということで、まあ、これもね、その15ってここの場所に打つ時の守備力が変わってきますね。はい。で、本譜は12は何をしたかと言いますと、12こうしてますね。なるほど。確かに、まあ、これも、黒の連を止める手で、まあ、有力といえば有力ではあるんですけれども、ちょっと消極的に見えるな。これ、なんといっても止めただけなので、個人的には消極的に見えますね。で、仮に打つのであれば、そうだな。こちらから止めて、まあ、止められるんですけれども、ここで何かこう攻めに行く手をね、練ってみたいかなとか、まあ、あるいは受けに行くにしても、まあ、より黒のね、急所に効くようにこういうような手とかに打っておきたいかなっていうのが個人的な感覚ですかね。まあ、攻めに行くんでしたらこういう手ですとか、こういう手ですとか、まあいろいろあるんですけど、まあ、ちょっと、感触はあんまり良くなさそう、正直なところを言うと。まあ、ただ、これは次に、こういう手が入れば12っていうのは立派なんですよね。まあ、なので、12っていうのは、こういう手が入るだろうという目論見みのもとというか期待のもとを打ってますね。まあ、あるいは、こうとか、まあ、こういう手がね、入れば、まあ、ほぼ白勝ちですかね。まあ、なんですけれども、まあ、今黒番なので、そんな手を通さないよと黒はいろいろやってくるわけですね。で、黒は13と打ちました。まあこれ例えば突き出すんだったらこうとか、こうとかもあるんですけれども、まあその中でもこれがいいというふうに判断したということですね。で、具体的には、これ次にこうして15と打ったんですけれども、この15という手がね、14と4度ね、桂馬並みをちょうど破る位置の石でして、この形に黒は期待してるっていうことですかね。まあ、これでも、これでも、結構難しそうではあるんですけどね。で、こうなって、こうなって、こうなって。で、まあ方針としましては、まあ白は黒の攻めを切らして、左辺にこういう手を打てれば勝ちなので、無事受けられるかどうか。で、黒の場合は、まあ、一番わかりやすいのはこの右側だけで攻め切っちゃうっていうこと。で、それが叶わない場合には、この辺をなんかわちゃわちゃわちゃってやって、こう、白の勢力を潰して、こちら側に乗り込んでいくと、これ先手で乗り込まなくちゃいけないわけですね。で、最低限、なんかこういうとこ打たれて負けちゃいますじゃダメなので、
最後になんか手番を持った状態で、どっかね、こういう場所を潰すような受けをする必要がありますね。まあなんですけど、まあせっかく黒番なんで、一応は攻め倒す方針なのかな。まあ白は次の手、普通に打つんだったらこうですかね。まあ連と剣先を作る一番自然な手だと思います。そうですね。で、黒も13、15と打ったからにはこの16は見えてる手なので、まあ何の準備もなく、こう打つとは思えないので、何かしら継続手を用意してると。まあ普通に打つならこうかな。これもロケットの剣先なので有効だ。で、まあおそらく内側に入る手が、まあこういう風にね、飛び3で繋がってくるので、まあ詰みを残してそうっていうのと、まあこっちから打っていっても、詰みを残してそうなので、まあ17という手はね、多分継続を残してそうなので、まあこう打つかな。こういうのはね、多分あんまり外れないと思うんだよね。こう白16みたいに、こう連とか剣先をいっぱい作るような受けっていうのは制約が厳しいので、割と一本道の進行になりがちかなって思います。で、そうですね。17打って、18どうすんだろう。難しいね。まあ、黒の攻めたいのは下側なので、なんか、こういう場所受けられればいいなっていう願望があるんだけど、本当かなこれ。ちょっと、怪しい。まあ、単に入られるぐらいでも、わからん。まあ、ただ、これはね、なんかあんまり効いてなさそうなんだよな。まあ、なんか次にこうできればでかいんですけど、まあ、普通にこうされるぐらいで、この19っていうのがね、連2つ作って価値高い手なので、なんかあんまり響いてなさそう。こうするぐらいだったら、こうするか。これで一応7のね、ラインを切ってるので、将来的になんかこういう風な手をね、先受けしてるっていう意味があるんで、まあただ、消極的かな。なんか12と18でダブってるし、手の選択が難しい。まあ次の手見ますか。18と受けましたね。まあこれは、まあこう打たれるのはしょうがないっていうことかな。19打ちましたね。まあここでどう受けるかか。まあこう受けるか、こう受けるか、こう受けるか。まああとはこういう手もあるかもしれない。まあただこれは、なんか積んでてもおかしくないね。まあ3から3とかでも。なので、これちょっとやりにくいかな。これか、これかな。これもある。まあこの3択のどれかでしょうね。まあ白は、なんかね、とりあえず負けないことを目指せばいいんで、方針としては分かりやすいんですけれども、選ぶ手がね、どれも黒の鋭い攻めが来そうで怖いみたいな感じですね。で、20と受けました。まあ一回はこうするか。打ちました。まあこれはこうしちゃうと、打って下って打たれちゃうので、まあ中止め絶対と。で、こうしました。いや、なんか自然に展開してますね。こうなるんだったら、黒を持ってみたいな。この手は次に、ここに資産を残してるので、ここに受けるほかないですね。で、まあこの手がまあロケットなので、一回止めとくかな。で、この25と7のね、ラインが空いてるっていうのがね、結構黒としては大きくて、まあこうなるんだったら18を下側から止めた方が、なんか将来の受けに安定してたなとか思うんですけれども、まあそれはそれで別の攻め筋を食うかもしれないから、
選択肢が難しい。で、気持ちとしてはこう受けたいんだけど、これ詰んじゃうのかな？こうして、こうして、こうなって、こうして、こうして、これで積みますね。なので、これこちらはねも変わんないんで、やることは。てか、より簡単になるので、26っていう風に一番受けたい場所に受けられないっていうか、この筋を止めなきゃいけないんだよね。ってすると、一番思いつくのはこういう手なんですけど、ただこれもね、27から29って打たれて、31って打たれるとすぐ負けちゃうので、この2通りの手を同時に受けなくちゃいけないってことですね。っていうことは、これしかないのかな？でもこの26っていう手は、一応止めてはいるんですけど、あんまりちゃんと止めてないっていうか、黒は下側に向かって攻めてるんですけど、白はなんか上側に向かって受けてるので、これはちょっとなんか黒の方がペースを握ってそうな展開ですね。どのくらい、形勢がいいかっていうのはわかんないんですけど、一旦黒がペースを握ってそう。ただ白も何かの表紙にね、手番が来ると、こういう手とかでね、いきなり勝ちとかね、言える可能性があるので、黒が、なんていうか、温泉気分で打てるかっていうと、そんなにまだ甘くない。で、次の手を見ましょう。27と、もうここに入れとくのが大事なんですね。これは、放っておくと、打って、こういうので、多分積むんでしょう。知らないけど、いっぱい来るので、こういうのは、なんか、積むんでしょうという、なんだろう。ちゃんと読み切ってるわけじゃないんだけど、大体ダメだよね、みたいな感じで考えますね。こっちもあるしね。これはダメなんだろうな。なので、白としては例えばこういう、こういう風にカウンターしてみたいんだけど、これもこうで、こうされると、積んでそうだな。こうすると、こうして、あれか、この方が明快かな。こうして、こうで。黒がね、めっちゃフリーなので、これは多分積んでるでしょうということで、例えば、こうすると、こういう感じで打ちまして、次にここの資産と4から資産がありますと。こういうのはね、大体終わってます。なので、あんまり多分ね、真面目に考えないと思うんだよな、こういう系。で、おそらく、普通に受けるのが一番いいだろうということで、こうすると思うんですけど、見ますか。で、これで、白としてはちょっと受け一方なんだけど、将来の反撃をとにかく楽しみにしとく。つまり、こういう手とか、こういう手とか、こういう手、こういう手、こういう手。その反撃のポテンシャルを高めながら受けるっていうことで、28自体は自然な手なんですけどね。見てみますか。そうですね。打ちましたね。黒もね、28打たれて、じゃあ継続者ありませんじゃダメなので、こう打たれた時のことは考えてるはずなんですよね。どうするか見てみましょうか。29、30、31を、これはどうなってるのか分かりかねるが、こういう手が打てないってことで、こうして、こうすると、なるほどね。この時に、
こうできるって言ってんのか。で、これが何かっていうと、ここに資産があるんですけど、で、4から打って、3なわけですね。っていうことは、単にこうしちゃうと、こうされたときに、継続手がないかもって思ったのかな。まあ、これはこれで、なんか勝ちそうだけど。なので、この威力を高めるために、こうしたってことなんですかね。ちょっと27の必然性はわかんないですけど、まあイメージそういうことかなって思います。で、なので、ここ一番打ちたいんだけど、詰まされちゃうから、こっち受けるかな。打ちましたね。33。気持ちは、こう打ちたいんだけど、なんかいっぱい来るからな。いっぱい来るから、こっちかな。でもこれだとね、左側抜けられちゃうから、これもこれで、ちょっと尺ではあるんですけど、でもなんか10とかの1の方向に戦いが向くのであれば、簡単には負けないという見方もできる。けどもこういう追撃とかね、放っておくと、4から打って、3みたいな手があって、これ怖いから、これ結構悩ましいね、どっち受けるか。本譜は、こう受けました。で、35、36、あれこれ終わってる？もう終わってないわ。37と打ってますね。で、37までで、投了してますね。なるほど。ここに飛び3を打つと、打って、これ3で取られるんですけど、で、ここ3三金って書いてあるんですけど、ここにね、都合よく4がいるので、こうすると3打てますね。で、こうすると、勝てるということで、これは黒の解消ですかね。なんか、見てる感じは、黒が全てをことが、都合よく運んで、あったように見えますが、どうなんだろう。細かいことはあれなんですけど、なんか13、15っていうのがすごい刺さった感じ。で16、自然な手で、17自然な手で、で、18、自然な手で、19自然な手で、で、20自然な手だから、で、お互いに、自然な手の応酬で、なんか26っていう手を打たされているので、ちょっと、12がちょっとやっぱり違和感あるな。こっちの方打ちたいな。こうなった後どうするかっていう話はあるんですけど、こうとか、こうして、なんか白が主導権を持ちながら打てば全然戦えそうな感じはしますね。なので、この対局に関しましては、12の緩い手とか緩そうに見える手をうまく咎めたと言えるのではないでしょうか。ちょっと厳密に黒が完璧に打ったかはね、ちゃんと調べないとわかんないんですけど、でもどっか緩んでるかもしれないんですけど、でも大きく違和感のある手は言ってもないですね。
もうだから黒の解消なんじゃないかなと思います。いや、すごいですね。いや、何度も言いますっていうか、最初に言いましたけれども、この最初の5手目がね、白勝ちと言われてるんですけれども、いや、白勝ちと言われてるのに、ちょっと間違うとね、なんか黒がすごい主導権を持って決められるっていう、かなり恐ろしい形ですね。いや、射月ね、こういう風に、対策を積まないといけない形がいっぱいあるんですけど、でも射月ばっかりやるわけにいかないから、あの、理論的な結論はどうあれ、実際に人間がやるとかなり波乱が起こるっていうのが、この戦型の特徴かなっていうふうに思います。というわけで、本日は黒リンシージェさん、白マオエイミンさんの対局を並べてまいりました。ご視聴いただきありがとうございました。